白の教団の3人組を仲間に誘ってみるか。我々は少数精鋭でドラゴンに挑む所存。これ以上の仲間は不要である。ましてや、どこの馬の骨ともわからぬ輩を。そう言い残し、3人組は城から出て行った。ドラゴン退治は白の教団の皆さんにお任せして、自分は家に帰ると言っている。男は人々の話に耳を傾ければ進むべき道はと独り言を言いながらどこかへ去っていった。ドラゴンを倒すなら強い武器防具がと言いながら男は立ち去った。君が男を仲間に誘うと賞金の分け前が減るではないかと怒られた。君はそれはこっちのセリフだと思い、この男を誘うのをやめた。君が俺たちと共にと話しかける前に申し訳ないと断られてしまった。男はそんな魔物みたいな生き物を連れているやつと冒険はできないと拒絶した。では行こう。世界平和のために。やる気に満ちた男はもう一人の女の手を引いた。手を引かれた方の女は明らかに嫌そうな顔をしている。そのまま二人は謁見の間から去っていった。そろそろ平常の時間だ。早々に旅立たれよ。君たちは城から追い出されてしまった。結局君たちは二人でドラゴン討伐の旅に出ることにした。店に行くと店主がご用件はと尋ねてきた。店主は他にご用件はと問いかけてくる。街の中を歩いていると武器商人を名乗る男が君に話しかけてきた。商人は小声で言った。お前、最強の武器は欲しくないか。商人は人目を気にしながら最強の武器とやらをこっそり君の前に出した。商人曰く、この世に二つとない伝説の武器で、君が欲しいなら2万ゴールドで譲ってくれるそうだが、怪しさ満点だが、確かに伝説の武器からは並々ならぬオーラを感じる。君は財布を開いてみたが、残念ながら2万ゴールドもの大金は入っていなかった。金がないなら売れない。商人はそう言い、伝説の武器を大事そうにしまった。老人は、町の外には魔物がいるから危ないと、親切に教えてくれた。子供曰く、この城下町を出てすぐ見えるのが、次の町だそうだ。君が馬車屋を覗くと、店主から準備中だと言われた。今は利用できないようだ。ドラゴン討伐の志願者を募集する看板が立っている。ドラゴンを討伐した者には莫大な賞金を。君はこの看板を見て城へ出向いたのだ。一人の女がまじまじと看板を眺めている。女はこちらに気がつくと、みるみると土器をはらんだ血相に変わった。魔物。女はいきなりメルブールに向けて魔法を放ってきた。メルブールは魔法にびっくりして目を回している。君は目を回しているメルブールを丁寧に抱き起こし、女を睨みつけた。君は、こいつは魔物じゃないと訴えるが、女は、私は魔物が嫌いだの一点張りで話が噛み合わない。両名によるすれ違いの口論が続く。口論の末、自分の早とちりだけは認めた女だったが、それでも私は謝らないと強情さを見せる。君はこいつめと思いながらも興味は別の話に移り変わっていた。聞けばこの女はドラゴンに恨みを持っていて自分の手で倒したいと望んでいるそうだ。しかし自分一人の力では到底ドラゴンに太刀打ちできないと考えあぐねていたらしい。君が自分たちの目的も同じだと話すと、女は上から目線で私も一緒に行ってあげてもいいと言った。尺に触る女ではあるが、ちょうど旅の仲間を探していたところでもある。
私はドラゴンを倒したいだけ。他は何もいらない。女はぼそりとつぶやいた。それを聞き逃さなかった君は、思わずにやりと笑う。なら賞金の分け前もいらないってことだな。これは好都合だと、君は黒い服の女を仲間に迎え入れることにした。女は自分のことをクロエと名乗った。クロエは自分が魔法使いであること以外、魔物を嫌う理由もドラゴンを恨む理由も教えなかった。扉は固く閉ざされている。鍵穴のようなものが見えるが、適合する鍵があれば開くかもしれない。どこかで鍵を手に入れたらまた来てみましょう。店に行くと店主がご用件はと尋ねてきた。店主は他にご用件はと問いかけてくる。女は怯えていた。いつかこの町にもドラゴンが。と思うと食事が喉を通らないそうだ。ようこそ、ここは次の町だ。と男は元気よく言った。君は男にドラゴンのことを知っているかと尋ねてみた。男はハッとした顔をすると君の耳元に口を近づけ小声で何かを話し始めた。ようこそ、ここは次の町だ。男は君の耳元でつぶやいた。君たちが何を聞いても男はようこそ、ここはとオウムのように繰り返すばかりだった。男はこの町で装備を整えたり薬を買ったりするといいと懇切丁寧に教えてくれた。道端にうずくまっている女がいる。女は君を見て手を貸してほしいと頼んできた。どうも足をくじいてしまったらしく近くの薬屋まで連れて行ってほしいようだ。別の人にと言って立ち去ろうとする君に対しクロエは人としてどうかと思うと非難した。君はだって俺のせいじゃないしと子供のようなことを言った。クロエは君を無視して懸命に女の体を起き上がらせる。続いてメルブールが女を背中に乗せ二人は薬屋を探すため歩き始めた。君は二人を見て面倒くさいと思いつつも薬屋まで付き添うことにした。君たちは薬屋にたどり着いた。女は薬屋で買った薬を飲むなりぴょんぴょん飛び跳ね始めた。白の教団の薬はやっぱり効き目が違うと女はにこやかに言う。女は君たちに礼を言うと懐から何かを取り出した。君は今自らの意思ではないかもしれないが結果的に人を助けた。今後もどこかで困っている人を見かけたら力を貸してあげるといいだろう。そうすればきっといいことがあるはず。女の子はこの町からしばらく北西に進むと三つ目の町があると言った。今世界で流通している薬の大半は白の教団が製造していて人々の暮らしの要となっているという。白の教団が民衆たちから支持される理由もそこにあるようだ。女はやっぱり白の教団の薬は効き目が違うと言いながらいろいろな薬をガブ飲みしている。宿屋に行くとドラゴン討伐の志願者かいと店主が声をかけてきた。店主はドラゴン討伐志願者を支援するため無償で宿を提供しているそうだ。ゆっくり休んだ君たちは宿屋を立ち去った。三つ目という町に魔物研究家が住んでいるらしい。ドラゴンについて何か知っているかもしれない。この町で得られる情報はもうなさそうだ。町の外へ出よう。